西岸宗光です。今日はうつ病になる前の自分に戻りたいという40代女性愛理さんからのご相談です。数年前からメンタルの不調が続き、うつ症状と診断されました。仕事を休職して復職してはまた休むということを何度か繰り返しています。一番辛いのは病気になる前みたいに動けない自分に対する悔しさです。前はもっと働けていたし、もっと普通に人付き合いもできておりました。そして何より前はもっと笑えていました。今はうまく笑うことができずに、わけもなく泣いて眠れない夜も多いです。正直自分の人生に絶望してしまいます。私はもう元の自分に戻ることはできないのでしょうか。助けていただきたい思いでお便りをお送りさせていただきました。愛理さん、お便りいただいてありがとうございます。メンタルをやられてしまって元に戻れない自分、それがとても悔しくて辛いというご相談ですね。今日はそんな愛理さんが少しでも楽に暮らしていけるようなお話ができたらと思います。まずいきなりではありますけども、元に戻れますかと、戻りたいんですというご相談に対しては、残念ながら元には戻れないということをお伝えしなければいけません。仏教ではですね、すべての物事は移り変わっていって元に戻ることは一切ありえないというふうに捉えているんです。ですから愛理さんだけではなくて、私も他のみんなも元の自分に戻るということはありえないということなんですね。物事はすべて原因と条件があってですね、それが巡り巡ってご縁として集まった時に現象として現れる。そして現れたものはまた瞬時にそれを認識する間もなく、また他の条件や原因と合わさってまた現れる。いわゆる一度現れたものは次の瞬間にはもう消えているということも意味するんですね。ですから前に戻るということをまず手放してみていただきたいんです。確かに愛理さんは今よりも笑えた日があったりとか、今よりも思うように動けていたり、お仕事ができていたりで、また人付き合いがもっと普通にできておりましたということも書いてましたね。それは今思うと非常に望ましい状況だったり、あるいは過去に遡ってですね、その時のありがたみを今になって振り返っているということができると思うんです。で、これ言い換えますと、今この場で愛理さんが、生きている状況だったり自分そのものを過去にあった自分、もしくは過去を生きていた自分と比べることで否定しているとも言えるわけなんですね。過去はもっとうまく笑えていたというたびに愛理さんは今うまく笑えない自分のことを責めてしまっているということなんです。それは心苦しくて悔しくて辛い愛理さんが本当はやってはいけない、やらない方がいいことではないでしょうか。だけれどそんなふうにですね、辛い時苦しい時ほどそうじゃなかった自分を思い返して、あの時は良かったなと、もう一度戻ってやり直したいなと思う気持ちも分かります。人間ですから感情も勝手に湧いてきますし、思考も勝手に湧いて止められませんしね。
それは仕方ないことだとは思います。だからこそまずですね、発想を変えて元に戻るということは手放した上で、今望ましくない自分である、あるいは今苦しいということ自体をそのまま受け入れてしまう。そのまま他と比べることなく、今どうなんだということを認識して認めて諦めてしまうということから、足していくことができるようになるんではないでしょうか。後ろばかり振り返っていると、前に進むスピードは落ちますよね。例えばマラソンなんかを考えてみてください。お散歩でもいいですし、徒競走でもいいです。後ろを振り返りながら走っていてはうまく進めないわけです。たとえ自分が今最下位であろうとも、足を怪我して立ち止まっていようとも、今怪我しているんだな、足が痛いなとか、今最下位なんだと、それはもう諦めるしかないんですね。仏教では諦めるという言葉を明らかに見る、または明らかに極めるというふうに解釈します。ありのままの現実をちゃんと見て受け入れるということですね。そこから妄想ではなくて、本当の現状とか、仏教の用語で言えば真理が見えてくるというふうに教えられるんですね。元に戻ることはできない、それは変えられないんです。でも今どんなに暗闇の中にいようが、どんなに苦しかろうが、それは変えていくことができるんです。そして何よりも愛理さんに気づいていただきたいことは、たとえ愛理さんが心を病んでしまったり傷ついてしまって、それが原因で過去を憂いて何もできずに動けない日々が続いたとしても、いろんな条件や原因は実は作られているんですね。時は止まらない。愛理さんの人生も止められないですよね。落ち込んで後ろを振り返って止まっている、そのことがまた新しい条件や原因となって、それにふさわしい明日を、未来を作っていくことになってしまうわけです。そうであるならば、愛理さんが望むような、そう生きていきたいような未来を作るための原因を今ここから作っていく方がいいのではないでしょうか。過去を振り返るな、考えるなっていうことを言いたいわけではないです。それは必要なことでもあります。失敗をしたり悲しいことがあった時は、同じことが繰り返されぬように振り返って改善点を見つけるということは当然必要なんです。だけれども、そのやり方を間違ってしまうと自分を責めてしまったり、ただ苦しい状況の中に閉じ込めるということになってしまうんです。違いは何か、自分の今ここで暮らしている自分の行動が一つでも決まるかどうかですね。あの時は良かったなとか、今は辛いな、あの時は素晴らしかったなと思うんであれば、何が良かったか、何が違ったか、それを見つけて今行動に出るためのヒントにする。あの時の方が外に出る頻度が高かったな、じゃあ今できる範囲内で5分でも
外に出て散歩をしてみる。あの時の方が人の目を気にせずに少し自分勝手な意思決定をしていたように思うな。じゃあそれをやってみると。でそういうことが決まるんであればいい振り返りだと思うんですね。ですからそういう過去を振り返ったりとか今と比べてしまうような場面ではあくまで目的を自分の今できることは何か、あるいは何をどうしようかということを決めるための材料にするにとどめてですね、明日のために今どう生きるかということを中心に据えて、新しい原因と条件を揃えていくような日々を送っていただきたいなと思います。では具体的に何をどうすればいいか、お守りです。まずはですね、今うまく笑えない、昔はもっとうまく笑えたということが書いてありました。笑わなくていいというふうに考えてみてください。何のためにうまく笑う必要があるんでしょうかね。何のために笑顔を作らなきゃいけないんでしょうか。それは誰かに好かれるためだったりとか、認めてほしいからだったりするかもしれません。今はそんなことよりも、愛理さんご自身が愛理さんの気持ちが楽になる、そちらの方に心を使った方がいいと思います。たとえ筋肉としてお顔が笑っていらっしゃらなくたって、心の中で平穏だなとか、穏やかだなと感じられる日が続いた方がいいと思うんですね。そしてもう一つ、泣いてもいいと思うんですね。泣くことが多いと書いてくださっておりましたね。夜も眠れずに訳もなく泣いてしまうと。でそのことをまた悔やんでしまったりするのではないでしょうか。泣いてもいいと思うんです。なぜ泣いてはいけないんでしょうか。人には感情があってですね、その感情を表す行動というか反応ですね、反応として笑顔もありますし、涙もありますし、怒りもありますよね。でそういう感情の動きというものには抗わないで、そのまま表現してしまう、それが手放すということです。泣くときは泣けばいい、そんなふうに軽く捉えてしまった方が案外生きやすくなるものです。もちろん笑ってもいいですし、泣かなくたっていい、そういうことです。そこにこだわらないということです。そして最後にですね、やはり今からいい縁起を、いい条件を、原因を作っていきたいわけですから、愛理さんご自身の行動を変えていければいいなと思うんですね。でいろんなことがあると思います。耳にされたこうするといいよとか、ああするといいよということもたくさんあると思います。トレーニングをしたらいい、散歩をしたらいい、外に出たらいいとか、よく眠るといいとかね、もう聞き飽きたぐらいよくご存知だとは思います。でそんな中でこれは確かにそうだなと私が思うようなヒントが一つありまして、何か創造的な活動をしてみるということですね。クリエイティブな作業をやってみるということです。例えば写真を撮ったり、絵を描いてみたり、でそういうことはすごく心の支えになるといいますか、転換の一つになると思います。
これなぜかというと創造的な活動をしている時は自分の内面を映し出したりとか湧き出てくるものを形にするというプロセスがありますから没頭しやすいんですね。そして自分の内面ごと持っていかれる時間が長くなる。これは禅の修行で自分の心を自分で操縦する、あるいは乗りこなす、ちゃんと見るために一つ一つの作業に没頭する、集中する、それに期待する効果と非常に近しいものなんですね。例えば絵が描けなかったり写真を撮るのは得意じゃないとすれば、何か言葉を書き殴ってみるとかね、そういうことでもいいと思います。でこういう新しい創造的な自分の内面を外に出すような作業を今やるといいと思う私の個人的な見解はですね、今ですね愛理さんの目に映るもの、心の中に映るものがかなりこれまでとは違っているはずなんですね。いろんな方のお話を聞いたりとか、私も近しいような経験があったりしますので、今見えている景色がとても貴重だとも言えるわけです。いろんな条件が積み重なって原因があって今が現れている。それはまた消えていく。だから元には戻れないと私はお伝えしました。だけれど消滅するということではありません。あったものはあったんです。うまく笑えていた愛理さんも今笑えていない愛理さんも、これがまた新しい原因になったり条件になっていくとすれば、どんなふうに今を過ごすか、それが大切なわけなんです。ですからせっかく世界が変わった、感じ方が変わった、今にしかできないような、今にしか体感できないようなものを外に出しておくということが遠い未来、あるいはすぐになるかもしれませんね。また見える景色が変わった時に、ああこの時はこういうことがあってこういうことを感じていたな、じゃあ今からこういうふうに生きていこうというヒントになってくると思います。苦しいことも悲しいことも無意味なことは一つもないと私は思います。ぜひそんなふうにですね、今日から何か小さなことでもいいですから未来の自分を励ますためにも何か一つずつ動いていかれることを応援しております。愛理さん、そして動画を最後までご覧いただいた皆様に心から感謝いたします。お気づきやご感想があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。お悩み相談がある方は概要欄にご相談窓口のリンクもございますのでお便りくださいましたら幸いです。ありがとうございます。